皆さんこんにちは。ポルトガル在住のはるかです。今回の動画は私が暮らすコインブラの街をこうして歩きながらこんな感じでのんびりとお話をできたらなというふうに思ってます。街の景色を一緒に楽しみながらでも作業をしながらの BGM にでもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。この日は1月中旬のよーく晴れた一日で、もうなんていうのかな、青空が青空すぎるというか、もうすっごいいい天気でした。こんな日にね、こうやってお散歩するのってやっぱり気持ちいいですよね。私が暮らすコインブラという町はコインブラ大学っていうポルトガル最古の大学、またヨーロッパでも最も歴史のある大学の一つって言われてる、そしてコインブラ大学を中心とした学問の町として知られています。コインブラ大学はこのお散歩の最終目的地なので、また後ほど詳しくお話ししたいなというふうに思います。今こうやって歩いてるのがこのコインブラの街の旧市街、ダウンタウンと言われてるエリアをこうして歩いてます。いい感じにおじさまも演奏してくださってるので、ちょっと雰囲気を楽しんでいただけたらなと思います。このコインブラという街は首都のリスボンとか第二の都市のポルトっていったそういった大都市とはちょっと違って、そこまで大きすぎもせずかといって田舎すぎずっていうような感じで、私は暮らすのにすごいちょうどいい街だなというふうに思ってます。なんかこの景色を見てるとすごい歴史も感じますし、学生が多いって話をしたんですけども、すごいなんか街自体も活発な雰囲気っていうのもあって、なんかすごくいい街だなっていうふうに思って暮らしています。で、先ほど最初に触れたコインブラ大学についてなんですけども、コインブラ大学は1290年に設立されたポルトガル最古の大学です。またヨーロッパでも最も歴史ある大学の一つとも言われていて、すごく有名な大学になってます。2013年には世界遺産にも登録されて、今世界中からたくさんの観光客がこの町に訪れているというような町になっています。なので今から歩いている道っていうのが世界遺産になっているエリアになるので、なんかそういったコインブラ、ポルトガルの歴史も感じながら一緒に街歩きできたら嬉しいなと思います。ちょうど左手に銅像が見えるかなと思うんですけども、これは学生たちがファドを歌っている様子を表した銅像です。ファドはポルトガルの伝統的な音楽で、哀愁漂うしっとりした感じの曲のジャンルになっています。で、このコインブラではこの学生たちがファドを歌うっていう伝統があるので、ここに結構最近なんですけど銅像が建てられました。コインブラに観光に来て、もしファドが聴きたいという方がいらっしゃったら、カフェサンタクルスというサンタクルス教会に併設されたカフェがあるんですけども、ここで毎晩コンサートっていうのをやってるので、ぜひコーヒーを飲めば無料で聴けるっていうのがあるので、行ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。さて、この分かれ道からこの門、見える門を登っていくと、いよいよ旧市街の入り口になります。なんかね、この門をくぐるときいつもなんかワクワクするんですよね。なんか異世界に行くというか、なんかこれからタイムスリップするみたいな、そんな気持ちになりながらこの門をいつもくぐってます。この左手に先ほど話したファドに使われるファドギターというギターがあるんですけども、その像が立っています。ただこの像なんかコンセプトがちょっと謎で、こうやって後ろを回るとなぜか見てください、このお尻っていうねなんだろう、最初見た時なんでこれお尻なんだろうと思ったんですけども、こういったなんかちょっとユニークな像があったりもします。
でこうして見ていると、お土産屋さんですね。結構やっぱりお土産屋さん、観光地なのでね、お土産屋さんもこうして多く立ち並んでるので、このお店を一つ一つ見ていくのも楽しいですよね。お土産も何買ったらいいのかって悩まれる方がいると思うので、ちょっと私過去の動画でお土産おすすめとかも載せてるので、よかったら見てみてください。こういったポストカード系だとか、あとコルクを使ったね製品、陶器ですとか、ポルトガルらしいものっていうのがたくさんあるので、こうやって見てると本当見てるだけでも楽しいなと思うんですけども、ぜひ何か買って帰ってもらえたらと思います。私ここの雰囲気が本当コインブラで一番好きで、この暗いトンネルから一気に光が差す方に行くこの感じがとてもたまらなくて、皆さんにもぜひ体験していただきたいなと思います。はい、ここからさらに坂をどんどん登っていくんですけども、今この左手に見えてるジェラート屋さん、アイスクリーム屋さん、すごく美味しくておすすめなので、暑い時とかこの坂登って疲れたなとか、そんな時にぜひ立ち寄ってほしいなと思います。それでまたちょっとファドの話で恐縮なんですけども、今この左手に見えてるファドアオセントルっていうショップなのかな、コンサートホールみたいなのがあるんですけども、ここでもファドを聴くことができるので、ここでもしお時間合えば聴くっていうのもいいんじゃないかなと思います。右手に見えてるのが洗濯女の像って言われてる像で、昔コインブラを流れてるそのモンテゴ川って川があるんですけども、そこで女性たちが洗濯をしていたっていうのを象徴している銅像だそうです。いろんな銅像がありますよね、こういう歴史ある街っていうのは。そうですね、最近のポルトガル、今冬のシーズンにはなるんですけども、今の天気、ポルトガルの天気といえば、だいたいその晴れと曇りだったり雨っていうのがなんか1週間ずつ交互に来るような感じの季節になっています。ただその雨の週って言っても一日中ずっと降り続けてるっていうのは結構少なくて、晴れ間もちょいちょい出てるので、ちょっと晴れた隙に外に出たりとか、そんな感じでして過ごしてますね。で、最高気温ももちろん寒い日もあるんですけども、だいたいこの1月とか2月とか15度くらいの日が多いので、そんなに寒すぎなくてやっぱりいいなと思います。ポルトガルはヨーロッパでも温暖な方と言われているので、冬もそうした部分で暖かさっていうのは外で感じられるかなっていうのがポルトガルの冬ですね。ただこれめっちゃ意味わからないことなんですけど、私としてはその室内がめちゃめちゃ寒くて、その下手したらその室内が外より寒いこともあるっていうのがなんかポルトガルの七不思議になってるんですけど、どうやら家の作りっていうのが石とかコンクリートの壁でできてるみたいで、その夏は暑さを和らげることができるけど、冬はその断熱効果がないというか、とにかく寒いんですよね。それでいてその古い家も多いので、隙間風があったりもするっていうのもあって、もうとにかく寒いのがポルトガルの冬の家の中の話になります。でまたエアコンがない家っていうのも多いので、冬はヒーターが必須ですし、もし旅行でホテルや Airbnb に泊まる時にもめちゃくちゃ部屋が寒いっていう可能性があるので、暖かくして寝れるように準備を整えてくるのがいいと思います。ユニクロのヒートテックは必須ですね。この今ですね、右手に見えてきた大きな建物なんですけど、これは旧大聖堂って言って、初代ポルトガルの国王アフォンソ・エンリケスによって12世紀頃に建てられた教会になります。結構その要塞としても役割も兼ねてたそうで、結構見た目もピチッとした感じになってますね。そうですね、コインブラ
といえばお土産おすすめ一つあるんですけども、コニンブリガ焼きっていう陶器の焼き物っていうのがこのコインブラ周辺のお土産になってます。結構ね、その繊細な、なんだろう、植物とか動物とかを描いたような繊細なデザインのお皿だったりコップだったりっていうのがあるので、あのお荷物やっぱりね、割れ物心配ですけど、お土産で買うのもいいんじゃないかなって思います。そうですね、お土産じゃなくて次食べ物なんですけど、コインブラに来たらぜひ食べてほしい食べ物があって、レイタオンっていう小豚の丸焼きが有名なんですね。で、ちょっとこの辺ではなく、先ほど遡る前の下のエリアになるんですけども、サンデシュ・ドゥ・レイタオンっていうレストランでは結構お手軽にレイタンを食べることができるので、ぜひコインブラに来たらランチにレイタンを食べるのもいいんじゃないかなと思います。ただちょっとね、丸々一匹丸焼きになっている姿を見るとちょっと切なくなる部分もあるんですけども、命に感謝していただくというのがいいんじゃないかなと思います。そうだ、先ほどのちょっと天気の話の続きなんですけども、日本の冬ってすごいカラッとしてるじゃないですか。ただそのポルトガルの冬は雨も降るって話もしたんですけど、結構ジメッとしてる感じ、湿度が高いのが冬の特徴で、その家の作りが石だったりコンクリートだったりっていうの感じなので、すっごく部屋の中が湿気がすごくて、でうちの家のそのバスルームには換気扇もついてなくてですね、だからもうお風呂入った後とかすっごくジメジメしちゃって、もう1年目とかそんなこと知らなかったので、めちゃめちゃカビが生えちゃって、もうすっごい困ってたんですね。で2年目からは除湿機を買って使うようになったら、なんとか快適に過ごせる感じですけども、除湿機ももうずっと回してて、すごい水も取れるし、こんなんが空気中にそれはずっとあったらカビるよなというような感じでしたね。それがちょっと日本との季節とのなんか違いみたいな、冬の乾燥っていうのはなくて湿気がやばいっていうのはちょっと住んでみないとわからなかったことだなと思いました。そうですね。さらにそのちょっと雨にちなんだ話になると、ちょっとこうやって歩いてて皆さんお気づきかと思うんですけど、ポルトガルってこうした石畳の道がたくさんあるんですね。で、かつ結構坂が多いのが、もうコインブラだけじゃなくてリスボンとかポルトでも言えることなんですけども、その雨のシーズンかける石畳ってもうめちゃくちゃ危険で、本当に滑りやすくてですね、なんか多分私ブーツとかヒールのあるものとか履いたらもう一瞬で転ぶ自信があるぐらい滑るので、なんかもうポルトガル来たらスニーカーしか履いてないなっていうのに気づきました。そのぐらいちょっと雨と石畳の相性ってめちゃめちゃ悪いんで、本当に皆さん観光される時は気をつけていただきたいなと思います。で、あと、ただ雨といえば、なんかイメージでヨーロッパの人って傘ささないみたいな聞いてたんですけども、なんか皆さんもそういうイメージありますかね。で、実際にね、ポルトガル来ると、いや、本当だなと思って、多少の雨だと傘はささないですし、結構降ったらそりゃ差してますけど、ほんと傘ってあんま使ってないんだなと思いました。で、実際私も日本からポルトガルに来る時に折りたたみ傘だけ持ってきたんですね。で、大きい傘はこっちで買おうと思ってたんですけど、実際3年住んでみて、大きい傘1回も買ってなくて、ずっと折りたたみ傘だけでしのげるというか、問題なく過ごせてるので、なんかヨーロッパで傘ささないって、半分本当半分嘘ではないけど、差す時もあるけどっていう感じなんだなっていうのを思いました。さて、こんな感じでちょっとお話をしながら頑張って坂を登ってきたんですけども、最初に門をくぐる前の一番下の低い土地から、この大学がもう近づいてるんですけど、大学があるエリアまでは今60メートル坂を登ってきた感じです。
もうね、なんか後からこれちょっとレコーディングしてるんですけど、もうしてる時でもなんか疲れるなっていう歩いてないんですけどね、なんかもう疲れるなって思うぐらい、やっぱ丘がすごいコインブラっていうのを感じながら今レコーディングをしてます。で、ちょっと多分コインブラで留学されてた方は、特にこの辺から「うわ、懐かしい」ってなると思うんですけども、今から左手に見えてくるのが、コインブラ大学に語学留学をされてる方は必ず行ってたであろう文学部の塔が映ります。で、私も最初ポルトガルに来てすぐの頃、ポルトガルのコインブラ大学でポルトガル語の授業を取ってたので、その時はここの文学部のキャンパスに通ってました。なのでね、きっと姿も昔から変わってないので、コインブラに留学されてた方は、わあ、懐かしいなと感じていただける映像じゃないかなと思います。でね、このエリアはいろいろな学部が集まってるエリアになるんですけども、医学部とか薬学部とか法学部とか、本当たくさんの学問を学ぶことができるエリアになってます。で、今この目の前に見えてるのが図書館ですね。図書館、これ今でも使われてる図書館なので、私もそのポルトガル語を取ってる時にここ行って勉強したりもしてました。はい、こちらの見えてきた門ですね。この門を抜けると、もういよいよコインブラらしい景色というか、コインブラといえばここっていうような景色が広がっているところになります。3年前ぐらいですかね、初めてそのコインブラに住むためにここに来て、コインブラ大学にも観光に来て、この門を初めてくぐった時の感動っていうのはちょっと今でも忘れられないですね。皆さんにも体験していただきたいです。いかがでしょうか。すごいドーンという感じの、これぞコインブラ大学っていうような景色になってます。ポルトガルの首都は今リスボンなんですけども、昔はコインブラに置かれていたこともあったそうで、昔王様の宮殿として使われてたエリアも観光ができたりもします。で、今目の前に見えてる建物がジョアニナ図書館っていう図書館なんですけども、ここがコインブラ大学で一番人気の観光スポットになっていて、美女と野獣の舞台にもなったとも言われてます。ただね、中が撮影禁止なので、ちょっとこんな感じだよってお見せできないんですけども、すごく綺麗なところなので、観光に来たらもう本当に欠かせないスポットだなと思います。コインブラのそのおすすめの観光ルートとしましては、まずきっとコインブラの駅に電車かバスで皆さん着かれると思うんですけども、その到着したら、まずウーバーでそのまま大学にもうぐっと坂も登って来ちゃった方がいいと思います。で、この大学周りを観光した後に、先ほど私たちが登ってきた道を逆に下るっていう方が体力が温存できていいんじゃないかなと思います。ちなみにその大学を観光するにはチケットが必要なんですけども、特にそのジョアニナ図書館、先ほど話した綺麗な図書館は、夏のシーズンとかはすぐ売り切れちゃうので、事前にオンラインチケットを買うのがおすすめです。で、ジョアニナ図書館は時間指定なので、その時間に遅れないように注意してするのがいいと思います。で、今ちょっと先の方に見えてるのがコインブラを流れるモンデゴ川っていう川になります。ここからの景色もいいですよね。さてさて、こうしてコインブラの街を皆さんと一緒に歩いてきましたけど、いかがでしたでしょうか。なんかちょっとでもね、私が住むコインブラってこんな街だよっていうのが皆さんに伝わったら嬉しいなと思います。あとなんかポルトガルの雑談もできて楽しかったなと思っております。もしこういう話が聞きたいとか、こんな街見たいとか、リクエストがあれば、ぜひコメント欄でいただけたらと思います。でね、もしまだチャンネル登録がまだの方は、ぜひはるかにポルトガルを登録いただいて、ポルトガルの魅力をぜひ動画で見ていただけたらなというふうに思います。
でね、皆さんがもし観光することがあれば、今回の動画が少しでもお役に立てたら嬉しいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャオー。